ツアーというかね、このねスタジオがどういう風になってるのか。この後ろちゃんと作ってるんや。構成見るために iMac 使ってる人は初めて見たよ。シャオミのレドミパッドっていうので、クラウド関係の心からお勧めできるようにエディターを1名だけ募集したくてそっちの方がやらしい。大阪の実家の一施設で初めてカメラに向かって話しました。それが2019年の春、 YouTube への初投稿です。当時大学生だった僕はアルバイトでお金を稼ぎながらローンを組んでカメラを買って自分なりにデスクセットアップを組んだりしていました。そこから地道にコツコツと頑張って撮影機材をアップデートしていろんな環境で撮影を行ってきました。2、3年以上かけて次第に登録者数が増加していき、企業さんとのタイアップ映像の機会をいただきます。新製品やサービスの魅力を伝えるため多大なカメラ機材のテストを行い、日本だけでなく世界各地でも撮影を行いました。ミュージックビデオや CM、 映画撮影など過去の映像制作経験を生かして YouTube 発信に特に力を入れていきました。そんな今年の春にこのオフィスへ入居。何もないところから一人でタイルを敷き詰めたり、機材の搬入やデスクのセットアップ、多くの知見や技術を持った友人やメンバーに協力してもらって撮影スタジオを本格的に設計していきました。そして今年の夏に入る前、 YouTube のチャンネル登録者数が10万人を突破しました。その証に Google から受け取ったシルバーの再生ボタンを飾り、このオフィスが完成します。今日はこの撮影スタジオをみんなに紹介させてください。どうも皆さんこんにちは、あきやです。いやついにですね、僕の会社のね事務所オフィスがですね、だいぶといい感じになってきましたので、今日はちょっとねルームツアーというかね、このねスタジオがどういう風になっているのか、どんな機材を使っているのか、どんな工夫をしているのかっていうのを皆さんにねちょっとご紹介できればなというふうに思っております。いやここにね入ったのはねもう半年ぐらい前で、結構経ったんですけれども、なんやかんやすごいねこだわってて、本当に僕もそうだし、僕のね会社をね手伝ってくれてるみんながねこうパフォーマンス、生産性がねもう本当に向上するように、そしてクリエイティブが全くねこうストレスをなく感じてこう作れるように、想像できるようにっていうもので、めちゃめちゃねこだわったこう事務所になってますので、そういったねこだわりとかも含めつつ、紹介できたら嬉しいなというふうには思っております。いやこの半年間本当にね大変でね、ここのねタイル一個一個もね自分でねこうちゃんと敷き詰めてねこう切ってカットしてやってって感じで、ゼロからね始まったんですけれども、ようやくねこんな感じになって、で最近はね結構友達とかも来てくれたりとか、ここでねライブ配信をして、ワンブルームのね、僕がやってるコミュニティでこう配信とかね、いろんなねこう空間として使えてるし、本当にねここ借りてよかったなってマジで思ってるんですけど、で今回ですね、僕がベラベラとねこうやってカメラに向かって紹介するよりも喋りながらこう一緒にね取材をしてもらいつつやった方が絶対楽しいなと思うし、楽しめるかなと思ったので、とあるね大物 YouTuber さんをねお呼び出ししました。はい、ちょっと来てくれることになったので、その人とね一緒にねルームツアーをしていけたらなというふうに思います。では切り替えてやっていきましょう。はい、というわけでですね、実は圭介さんに来てもらいました。はい、よろしくお願いします。お願いします。急遽呼び出しちゃって、急遽朝呼び出されて今ここにいます。で来たすぐ2秒ぐらいで空き家ミニのね方のチャンネルを、もうそっちも上がってんの？そっちも同時に上げようかなって思ってます。はい。ということで圭介さんも初めて来てもらったんですよ。あ、そうだね。そう。お家かと思ったら事務所だった。何も聞いてなかったな。何も聞いてない。ルームツアーで聞かされたから、うちなのかなと思って。そっか。事務所だった。そう。全然ねそんな広くはないんですよ。はい。45平米ぐらいかな。そんなないかな。でも過ごしやすそうだけど。すごいミニマムにコンパクトに結構こだわってるんで、ちょっと僕が一人だったらなんかベラベラ喋っちゃうんですけど、圭介さんのすごい視聴者さんファーストの目線でちょっといろいろ一緒にできればなと思ってます。了解です。はい。じゃあ行きますか。はい。はい。どっから行きましょうかね。この事務所で一個もう諦めたのが、こうクリーンで物を減らすっていうのはもう完全に諦めたんですよ。やっぱりいいものを作りたいってなると、必要なもの多いんで、確かにどかどか照明置いて
もうそこは諦めました。まあそうだね、うん、悩みだよね。なんか今うちでもさ撮影したいなって思うけど、はいはいはい。そのもうカメラ置いたらインテリアなんて終わりじゃん。もう一脚とかね、そう昨日見ましたけど。照明をいかに置かないかっていうのを毎日考えてる。本当に。まあじゃあ上から行く？もう早速メインみたいになっちゃうけど。もういいんじゃないですかね。いい？はい。じゃあ上から。この辺が、はい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 、とりあえず防湿庫2個で。はいはいはい。うわーいっぱいあるな結局。123カメラだけで言うと123、オゾンポケット入れて4567890そんなある？10個？ミニカメラも合わせたら10個ぐらいあるね。10個うんと今撮ってる E10-2 ですね。確かに。ああこれだこれだいいですね。はい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 。とえ6。今ぶっちゃけ一番使ってるの何なの？もう3ですね。 FX3。これが一番使ってますね。じゃあで、なるほどね。まあ、6がね、あっちありますけど、まあ、それが YouTube で一番使う。もう6はほぼ固定？もう固定しかほぼ使わないと思いますね。ああそうなんだ。あんまりじゃあ外に持ち出さず？手ブレ補正もないんで。ああそこそこ。9割ここで使う予定で買いましたね。ちょっと FX6 後で聞きたいわ。もちろんです。逆に意外と思ったのは、はい、逆にレンズは少ないかもと思った。そうなんですよ。レンズをね、僕あんま買わなくて、ね、レンズ集めないといけないんですよね。集めないといけないな。いや俺結構さレンズばっかだからさ。そうですよね。結構レンズいっぱい持ってます。レンズいっぱい持ってる。これが2070。いいね。で50と。50F2.2 でこれ 50F1.2。70200 7200の F4 ですね。はい。で7-4についてるのが 35mm GM。はい。でこっちがそうか FX30 か。30ですね。はいはい。APS-C の方ですね。1020の G。これはこのカメラでも E10-2 でも使える。このさ BMPCC のレンズは何してんの？これ L マウントなんで、これちょっとそういうことか。ブラックマジックさんにお借りしてるだけなんですけど、そうか。 L マウントなんで、ルミックスのね、この辺のそうかレンズと、最近は1628買いましたけど、でもちょっとね手放しちゃったんですよね。L マウントのシグマのアートレンズとかもう手放しちゃいました。あんま使わなかったね。使わない。いやわかるな。なんだかんださ、そのルミックスのカメラとか持ってんだけど、結局ソニーのカメラの方が使い勝手はいいよね。そうですね。それがあるよルミックスこの2060結構やっぱいいから、な。あと50単も、これで一旦いい。てかそのレンズがバリいいものを使おうってなるぐらいのボディがまだないですよね。まあ確かに。だから S9 とか S5-2 ぐらいやったら、もうこの辺でいいやっていう。いや確かにそれ間違いないわ。でライカ M10。どう使ってる？めっちゃ使ってますね。めっちゃ使ってた。レンズ買ってんじゃん。てかそうレンズはこれも両方もツワイスにしたんですよ。そうなんだ。ビオゴン 35mm とプラーナーのそう50か。50。前持ってたやつか。もうなんかねやっぱシルバーで買うとシルバーで揃えなあかんのかなみたいな。確かに。それ出てきちゃって、そう。これは？それもなんだかな、ニッコールのオールドで E マウントで楽しめるように。いいね。たまに使うんですよね。結構いい。これはりょうくんが教えてくれました。そうなんだ。ニッコール 50mm F1.4 か。はい。これね、俺欲しいやつかもしれない。7000円ぐらいで売ってますよ。そうなんだ。めっちゃいい。結構めっちゃいいですよこれ。そうだよね。あとオールドもう一本。これヘリオス。ヘリオス44。はい。玉ボケがね。ぐるぐるなるやつ。可愛いやつ。いいね。こんなバッテリーいる？バッテリーはいる。こんなバッテリーいる？こんなもんじゃないですか。めっちゃない？なんだっけこれ V マウントバッテリーが。いやこれは FX6 のバッテリーなんですよね。そう。FX6 用バッテリーね。6がしかもボディにバッテリーついてないんですよ。買ってもね。そんな感じでできるのね。で L バッテリーと L バッテリーL バッテリーでもモニターとか飛ばしでも使うからやっぱ映像をやるってなるといるんですよね。確かにね。 YouTube にはあんまいらないんですけど。ちなみにさ結構最近も制作やってんの？でも YouTube の派生して制作みたいな。そうですね。
23ヶ月に1回ぐらいしかもううん大きい自分が監督でやるってことはほぼなくて、うんうんうんでもそういう時にやっぱねこの辺のなんていうんですかねこのモニター関連をやっぱ全部一緒に使うんですよね。ホーリーアンドの飛ばしとモニターと、はい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 であとこのブラックマジックのビデオアシストで、うんYouTuber って画面キャプチャーしたいじゃないですか、はい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 カメラの。でこれでレコーダーにして画面を撮ってるみたいな。なるほどね。うん、これなんだっけ。これM1 みたいな。 M1 かまず、はいはい、まず M か。なるほどみたいな。シンプル。これ何。これが全部のこの充電のへえ。多さがいるんだ。そこに。長期間ね僕が帰省したりする時にもう電源を振っておいて、なるほどね。一応ね怖いんでね、はいはいはい火はい。災とかならんようにへえ。してま。す。ここの棚は。この辺はこまごましたケーブル類とかがあんま見せれ事務所っぽくていいねるようなものはないですけど、マイクとかはい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 。結構カメラアクセサリーこの辺に散らばるじゃないですか、うん。手話とかオーディオ関連うわ確かにいい感じ。でまとめてるって感じ。いいですね。いい感じですね。圭介さんこの箱関係どうします？いやマジで悩みの種本当にでも俺は箱はなんか10万円以下のやつは絶対いらんと思って捨ててる。捨てちゃうんや。そう10万円以上のやつとかは、まあ、リセールもあるからそうですよね。念のため置いてるけど、もう10万円以下のやつは捨ててる完全に。じゃあこういうのをもう片してほかしてもうそのまま捨てる。もう今俺ね最初はそうだったけどもう増えすぎて、いやそうなんですよ、これがさ、いやそうアキ君知ってる通り俺レンズめっちゃ持ってるわけこれがさ 3,4 セットぐらいあるのよ。まあまそうあいくっすよね。そう全然段ボールにパンパンになってこれどこに置くみたいな感じになるから、まあちょっと置けないんだったらもう捨てちゃうかと思ってって感じ。僕もレンタル倉庫借りてるんで、ああそうなんだ。そこにぶち込んでいってるんですけど、いやそうだよね。レンタル倉庫で今さ月にさ結構しない ?2,3 万しない？2万いかんぐらいですね。あ2万いかないぐらいか。いやまあでもな高いな。iMac とかはい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 、モニターの箱が僕5つぐらいあって確かに確かにねほぼそれで埋まっちゃってるんですね。なるほどね、これ三脚でこの辺が足ですスライね。はい。ウランジのこれどう？これめっちゃいいですよ。あいいんだ。はい。なんかあれみたいだね。なんかザハトラみたいだね。そうなんですよ。フローテックみたいな感じで、一瞬で起こせるんですよね。おめっちゃいい。これがめっちゃいいのと、うん、この三脚の素晴らしいところが、うん、ここにねハンドルあるんですよ。いいねいいね。これマジで現場で最最高。この足がこう移動中に当たらへんから、確かに確かにすごい便利ですこれ。なんかザハトラより良さそうに見えちゃうね。でもカウンターバランスがうんちょっとね、ゼロがない、ゼロっていうか1からなんで、ちょっとねこの軽いやつがね乗せたらバランスが取れないとかが思わないといけないんですよね、ある程度。でもこの値段でこの質は結構いいかも。確かにね。ザハトラめっちゃ高いもんね。めっちゃ高いですね。でテレビと、はい。このテレビはいやこれLG なんですけど、LG なんだ。コストコの限定のテレビなんですよ。でこれ65の有機 L で10万ちょいぐらい。安い。11、12万。結構安いですよね。で65インチ。いいね。で結構有名のウォールかな。いや俺さウォール俺ん家にもあるんだけどさ。あそうなんですか。俺そこにテレビ台を置こうと思ったから、テレビ台用のウォール買っちゃったのよ。でテレビ台用のウォール買ったんだけどテレビ台買わないかもって今なってそうするとこれつけれないのよ。俺知らなかった。サウンドバーこの棚つけれないのよ。で今困ってる。なるほどね。結構綺麗ですよね。綺麗だね。めっちゃ綺麗めっちゃ綺麗。黒が濃い。黒がねすごい黒っすね。綺麗っすよね。しっかり黒だね。綺麗綺麗。やっぱ黒が発光しない感じが、漆黒の感じがいい。ここでやっぱ映像を作った後にちゃんと大画面で最後見るようにしてて、作ったのを、みんなでも作る時あるし、YouTube1 個も喋り系はあんま見ないですけど、こういう Vlog とかは全部最後ここでアウトプット見てって感じしてますね。ナミョンちゃん。ナミョン最近ねはしご酒してるのをたまに見てる一人で行ってますからね。そう
はいって感じですね。で IKEA のわかります？ディブリンゲ。これ超入手ができない時にもう転売ヤーから買いました。あ、そうなんだ。最初にね。半年前ぐらいから。これいいよね。これがねやっぱ一人掛けっていうのがいいっすよね。いやこれねめっちゃいいなと思ったんだけど、もうみんなこれだからって思ってこれじゃないのが欲しくなってたやつ。そうっすよね。俺はインテリアこだわってる人からしたらちょっとあれかな。確かに。いやいいけどね、全然 IKEA めっちゃいいと思うよ。安いですしね、これ。そう。2万とかやから。そんなしたっけ逆に。2万3000とかっすね。あ、そんなすんだ。定価は。でも4万ぐらいで買った。マジ？絶対補強のやつの方がいい。まあでもこれ系のデザイナーズのソファ買おうとすると多分10万、そうですよね。下手したら15万ぐらいするかも。なんかね、一応こだわりとして、ステンレスを一応差し込んでるんですよ。だからスチールね、スチールか、この足がやっぱ結構いいなと思って、床も自分で貼ったんで。ああ、これね、敷き詰めるタイプのやつね。いいね。綺麗でしょ。綺麗。めっちゃいい感じ。半年前ぐらいは在庫がどこもなかったんで、今はねちょっと入ってるみたいですけど、もう諦めました。でもいいね。じゃあ次行きますか。はい、ここから少しね重大な告知をさせてください。すいません途中に。今回この動画にアートリストさんがスポンサーについてくださっています。なんと今回アートリストさんが10万ドルの資金を提供するキャンペーンを行います。いやこれほんまにすごいねキャンペーンだと思うんですけれども、10万ドルですよ。1000万円以上、これをねクリエイターさんにね提供するという素晴らしいねキャンペーンが始まります。これはですね、助成金という形で、10万ドルっていうものを使ってよりねクリエイティブな、映像をね作るという、そういったね、用途で使えるね、資金を提供するといったような形となっております。どうしてもねやっぱり資金がなくてキャッシュがなくていい映像が作れないとかいいクリエイティブができないというね、そういった悩みを抱えている方はたくさんいらっしゃると思うんですけれども、このキャンペーンに応募してその中で当選された方々にこの資金がね配布されるといった形になっています。この企画の詳細はねもう概要欄にリンクがあるのでよかったらそれをねまず見てもらいたいんですけど、これはね去年も開催されていたみたいです。内容というか応募のミッションみたいなところに関してなんですが、まずはねこのアートリストの10万ドルキャンペーンのねこれをね宣伝するソーシャルコラボ投稿をねSNS で行う必要がありますと。でこのビデオが審査基準というかコンテストという形になるんですけれども、ビデオ自体にはあなた自身の個性を表現してくださいと。でそれぞれのねプラットフォームで投稿する際にタグ付けでねアートリスト .io と、そしてハッシュタグでアートリスト 100K ファウンドで、それプラスハッシュタグでアートリストクリエイターというねこのねハッシュタグとかを記載した状態で投稿ねする必要があります。このビデオのコンセプトはもう10万ドルがあったら何を作りますか、こういったものになるので、みんなが作りたいものとかアイデアとかそういったものを魅力的に楽しく伝えるね、この企画を宣伝するこういったものを作りますっていうものを、そのような形で投稿ねしていただければなと思います。そして投稿プラスで応募フォームにもね記入する必要があるとのことなので、実際にね概要欄のリンクから応募フォームにねしっかりと答えて、自分自身がねやりたいこととかクリエイティブとか、ビジョンとかねそういったものを詳しくね伝える必要がありますので、こういった映像を作りたい、こんなねことをしたいという方はぜひねこちら記入をねしっかりとしていただければなと思います。でこの企画の応募締め切りはね2024年10月24日になるので、約1ヶ月ぐらいのね時間になるんですけれども、ぜひですねこの機会にね最高のねチャンスをゲットしていただければなというふうに思います。という感じでねちょっと告知を挟ませていただいたんですけれども、このアートリストさんね普段から僕もね、愛用させていただいておりまして、ミュージック、サウンドエフェクト、オリジナルフッテージとかテンプレートとかいろんなものをダウンロードできるね無料で無制限に使うことができるプラットフォームになっております。僕もねかれこれ5年6年ねもう使用させていただいてるんですけど、もうほんまになくてはならないねインフラというかそういったものになってますので、こういったね YouTube 制作ももちろんですし、映像制作をしたいとかいろんなクリエイティブのねことをやっていきたいという方は、音楽っていうところをね、著作権フリーのものがねダウンロードできるようになっていますので、よかったらですねこのアートリストをぜひねチェックしてもらえたらなというふうに思っております。じゃあ次いきますか。はい。音大のこの辺ですよね。この辺。いつもここに座って。いやそうよ。今日空き家に撮影してる時に思ったのは、この後ろちゃんと作ってるんやと思って。これ光ですか？光。そうね。あれでしょ？あれです。あれだっけ、バーンドアみたいなやつで作ってたっけ？あれはなんて言ったらいいんかな。これはおそらくマウントはボーエンズマウントかな。なんかねここのアタッチメントをここのアタッチメントを変えると出てくるのが変わるんですよね。いいね。こんな感じで。でこれがめっちゃ入ってて、でこう選んで
つけれるみたいな。そうだよね。で色も変えれるっていう。ああそうなんだ。はい、いいね。それアンマーランか。ボディはアマランで、このなんかこのアタッチメントみたいな、ここはめっちゃ安い、もう2万ぐらいのやつ買いましたね。多分各社いっぱい出てるんですけど、これが一番安いですね。こんな感じでございます。はい、照明はほぼ全部ナンライトで。本当だ。統一。ナンライトいいよね。ナンライトいいですね。いやめっちゃ照明あるわ。この辺のやっぱ照明とかも結構効いてんの？効いてますね、だいぶ。いやそう照明で言うとさ、確かにここにあるのと、あとあっちにもあるよね。あっち、はい。まあ本当はこれを、このセットをもうこれごとこっちに置いて、キーライトはあっち側なんですけど、こっちからもちょっと入れるようにはしてっていう役割とか。なるほどね。あとやっぱこの蛍光の色の再現力が全然弱くて、確かに確かに。でこれを付け替えたらダメって言われたんですよ。そうなんだ。そんなことなんだ。結構だから現状のまま使ってって言われたから、もう作業中しかほぼ使わなくて、基本も全部落として、こっちの 120C、このパネルがキーライトの1個と、この 60C のバウンスで2個でキーライトをソフトにで結構幅広めに作ってるっていう感じ。なるほどなるほど。の反対側であれを入れたっていう感じですかね。いやもう俺これがめんどくさくて炊いてない。炊いてないですか？俺毎日自然光でやってる。マジっすか？俺一回も家で炊いてないんだよね。マジっすか？すご。夜だけ。まあ夜はね。夜はもうしょうがないけど、もうやっぱこれを立てるのがスタジオじゃないと嫌じゃん。家は無理っす。無理でしょ。だからもうやめちゃった。そう自然光できるように。まあそうですよね。でこれでしょ？はい。これ iPad これ？これはシャオミのレドミパッドっていうのでめっちゃ安い2万円とかで買えます。もう完全にこうモニタリング用に使ってますね。これめっちゃいいですよ。まあでもちょっともさいんですけど動きは、でも Android 入ってるからもう全然リンクしてワイヤレスで。最近アップデートで有線もいけるようになったらしいんですよね。そうなんだ。でレックもこっちからできますし、本当。はい。もう全部こっちでいじれるんで、やっぱ大画面でね1個あると。いやそうだね。収録時の安心感。これいいね。えぐいっすね。USB-C でつなげるのいいね。そうなんですよ。それもでかいですね。そうか USB-C でアプリかなんか使ってるってこと？モニター&コントロールっていうソニーのアプリですね。これは純正のアプリなんだ。これは純正ですね。モニタープラスっていう他のアプリとかもあるんですけど、まあそのレックとか無線できるし、僕はモニター&コントロールを確かに確かにね使ってるっすね。なんかさ最近一脚にモニターつけたいなと思ってて、一脚にこれでモニターつけたいな。いや昨日の動画ですよね。そうあれでリベックのやつ買う寸前まで行ってました。いや真面目によリベックのやつ。どれぐらい揺れますあれ？なんかその家の中だったらこうだってみたいな感じでやれば揺れないけど。なんかまあやっぱ揺れはするよ。このぐらいの高さだったら揺れないけどそんなに。このぐらいまでいくとやっぱ。このぐらいだったらいけるんですね。このぐらいだったらもはやもっといけるか。全然なんかそんな気にならない。揺れてると思ったらピッてやれば大丈夫ぐらい。このさ FX6 をさ使ってるのはなんで？これねすごいねちゃんとした理由があるんです。理由あるんだ。よかった。なんか FX6 惰性で買っちゃったらいいもののここにあるのかと思った。これねここ見てほしいんですけど、この中ねまずこれがちゃんとした明るさなんですよ。シネイヤの800。明るすぎるんですよね。確かに照明を焚くと。だから ND ね。ND を入れたいっていうだけです。絶対レンズでいいやん。いやでもこれやるのしんどくないですか？いやだってこんなに照明焚いてるの変わらんくない？ほぼ。いやでもレンズ変えるじゃないですか。まあねたまにね。で再セッティングもめんどいじゃないですか。でキャノン入れてるんですよね。この MK6 から。で FX3 ってハンドルあるじゃないですか。でキャノン入れるとハンドルつけないといけないんですよね。なるほどね。そうだからこういうふうに MK600 を使おうとするとこの側をつけないといけない。このネジクリクリしないといけないっていうのがやっぱめちゃめちゃめんどいじゃないですか。確かに。で光量も焚いても ND あるからなるほどね。いいじゃんっていう
その1点のためにいやでも内蔵 ND1 点でも FX3 だったらボディナイトブレ補正あるじゃないですか、はいはいはいでもここじゃいらないんですよ。まあ確かにね、いらないね。やったらないやつを置いてた方がはいはい得してる感あるんですよ、個人的にそうかなあと値上げ前だったからああ、はいいいねいいね。それもでかいまあでもいいことですよ。絵はやっぱ変わんない。絵がちょっと色ちゃうんですよ。あ、そうなん3だと6でへえ。色っていうかコントラストが違うんですよね。へえ。こっちの方がシネっぽいなんか。いやシネっぽいかはない気がするんですけど淡いよりフラッへえ。そうなんだ。トだから2カメでやると違うんですよねあ、そうなんだ。結構結構違うんだ。でそれが FX3 で2カメで撮ってるから違うやんっていうので結構今悩まされてるっす。なるほど、逆にね。逆にね。もう一台 FX6 買うしかないんじゃないただもっと大問題があって、FX6 はオールイントラでしかほぼ撮れないんですよ、ああ、言ってたね。はいはいはい。でオールイントラか XAVC-SL っていうものになるんですけど、それが 4K420.8 ビットはい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 。のビットレートだからそれは結構きついじゃないですか、あんまりだからあんまり色いじれない取って出しみたいなやつで撮るか、そうそうそうもしくはもうデカファイルで撮るかの2択しか選べないっていう。そうでオールイントラで撮ると1時間喋ったら100ギガとかあ、やばやばすぎ。っていうので結構まあでもなるほどねそれでもいいんです。はいはい。いやまあまあアキラのこだわりが。まあ、6のもう一個もし後継機が出るなら多分みんなが思ってる理想はやっぱキャノンがボディ側にあるべき。なるほど、ですよねそっか。ブラーノまで9もあったか、うん9とブラーノはボディにキャノンがあるんだ。入ってるんですけどやっぱハンドルがまだいるんですよね、ここれがやっぱちょっと渋いかな、なるほどね。まあ、でもファイルが MXF やったかなで8ちゃん入るんでオーディオが結構やっぱ豊かではあります。なるほどね。はい、で普段はこれで使ってるってこ普段もうこっちの PC はクラウド経由でしか使わないんですよね。と？ローカルに何も入れないんで、なんかのノーションとか、はいはいはい。 YouTube とかなんかそのメールとか、はいそういうのしかこっちではやらなくて、へえ。編集とかクリエイティブキャンバーで僕サムネ作るんですけど、うんうんまあ、それはクラウドなんでいけるんですけど、うんうんもう全部クラウドで、へえ。で YouTube の台本とかをここに出して撮影中にこう僕多分こっちに見てるんですけど、なるほどね。こうクソ大画面で構成とか見ながら、はい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 。スペックも見ながらやってるっていう。いやなんかさ、使いどころそこってやつめっちゃ多いね。構成見るために iMac 使ってる人初めて見たよ。でもいやでも事務作業全部これでできますからね。まあまあまあもちろんもちろん確かにね。うんでもまあ机長いしね。長いですね。そういい感じのところに置けて、あんま入ってないもんね。しかもカメラには。はい、入れようと思ったら入れれるし、うん撮ろうと思ったら撮れるしっていう、でも可愛いしね色も。そうなんですよ。なんつったってこうインテリアっすよもう。まあ確かに確かに。うん緑の可愛い色。い M2？やこれ M1 の方。あ1なんだ。1のこの色だったっけ？ iMac は M1 と M3 しかなくて、へえ。で側は何も変わらないんで。ああそうなんだ。なんかいいね。インテリアになってるのいいね。そうなんですよ。でこれがやっぱこのアイランド型のデスクやから、はいはいはい背景が背面が見えるんですよ。確かに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 。っていうのでここに置いてる。ああ確かに、ね。壁には置かない。確かに確かに。うん。ああ確かにそれいいね。そう。アイランド確かに。アイランドだったらこれができるっていう。でこの辺か。まあここら辺の写真集があり、はい。この辺に。この辺の写真集があり、はい。サボテンがあり。これはこれ AirPods Max？これ Max ですね。AirPods Max ってさ、うんこんなちょっと今このあれなんだ。ケースつけちゃってるんでああれなんですけど、もう全然取ったら普通に。パフパフしてる。はい。なんかねこれ中古なんですよ。なんかセカスト行ったら4万とかで売ってて、あれ定価8万じゃないですかこれ。確かに確かに。めっちゃ安くて、でどんな人が使ってたんかなと思ったらシリコンケースで全部覆われてて、多分めっちゃなんか綺麗に使ってたみたいで、ちょっとそれ真似してるっていう。なるほどね。はい、あと夏なんで結構蒸れちゃうんで。確かに。夏ヘッドホン嫌だね。そうで、そしたらここうんうん。カメラが並んでおりますね。最近これで買いました。ZFC。あ、絶対欲しかったの。うんなんで？なんかやっぱこれをうん僕ずっと気になってたんですよ。うん。やっぱ10万円ぐらいで買えるしはいはいはい。可愛いし、で、まあ、使ったことあったんですけど、うんやっぱ一回使い込みたかったんですよね。はい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 。で基本やっぱ僕らっておすすめカメラ
っていう動画作るじゃないですか。うん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 やっぱ10万円レンジって大事じゃないで確かすか。に確かに確かにっていうので選択肢として絶対有力候補だから YouTuber やなちゃんと心からお勧めできるように今めっちゃ使ってる。うわ偉いわ偉いめちゃめちゃ偉いそれは。だから僕今のところ使ったことないのはもう紹介してないんですよ。はいはいはい。だからキャノンなくて怒られるんですけど、いやわかる。俺もキャノンなくて怒られるわ。それで言うと確かに、俺もキャノンなくてめっちゃ言われる。キャノンはって言われる毎回。そうでも使ってないのはあんまりね、まあそうだね。紹介できないから。そうわかるわかる。使ったことないの紹介できないもんね。そうなんですよ。まあいいと思うよしかわかんないしね。これニコンの？これ EM っていうフィルムですね。あそうなんだ。これとニッコールつけてああな楽しんでました。るほどね。とこれもこれ最近売ってるよね。これもフィルム、ハーフフィルムですはいはいね。ハーフのね。うん、コダック。可愛いよねこれね。7000円とかですからね。安っ。で ZV-1 Mark 1 と GR3 GR3 X、アクション3とアクション3と136。これさ、ここにあるのと向こうにあるのは何？映えの違い？まあめっちゃ怒られそうだけどまあ最悪落ちてもまあそこ被害がないっていう地震とかでちょっとちょうどね今滑り止め発注してるとこなんですけど、まあ落ちても小型だから、他の被害もないしっていう。確かに確かに。でもこうね背景大事なんで、確かに確かに、頑丈なものを置いてます。軽くて。確かに。S9 って2個持ってたっけ？いやこれねあれなんですよ。空張りのやると、要はここに来るの？そうなんですよ。この張り替えサービスするとこれが元々のやつでこうなっちゃうじゃないですか。はいはいはい。キャンペーンをするとね。ほんなら張り替えサービスするとこれが来てこれに送ってくださいみたいな。ほんでこのままもらえるんですよ。だからこっちがこうなってて。確かに。箱2個になるんだ。箱2個になる。謎システム。謎。でも売るときこっちの方がいいなっていうのはありますよね。パネル。はい。 A 点ミニ。 A 点ミニ。これポッドキャストとかオーディオ4茶入れれるんで、まああんまやってないですけど、まあコミュニティ内でポッドキャスト配信するときに4人まで一緒に喋ったりとか、その時にたまに使う。はい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 。でミニパネル？これはミニパネルです。ミニパネル。はい。いい感じ。全然違うっすね。ミニパネルいい。使ってみたい。重くて高いけどねこれ。高いですね。いくらぐらいするっけ？これ30とかするんじゃないかな。30か。高いわ。結構きつかったっす。いやそうだよね。結構きつかったっす。わかる。どこに置くねんって思うしね。でもでもマイクロは持ってるっすもんね。マイクロ持ってる。マイクロ今友達にパクられてるけど持ってる。さっきといい。あ、そうなんですね。さっきにパクられたまま。俺ほこりかぶってるっすね。最悪あいつ借りといて。ほこりかぶってるっす。そうだ。でマイクロは僕旧型も持ってるんですけど、今こっちも持ってて。あ、新型これ？はい。これはめっちゃ軽くて、これめっちゃいいっすよ。これさ、いちいちやっぱカラーのさ画面でそこのパラメータに行かなくても動かせるのがいいよね。そうなんですよね。でも実際に使うとね、やっぱりこのホイールのこの重さとは全然違うんですよ。だから使用しててなんかこうちゃんとこう追い込めてるなって感じるのはやっぱこっち側なんですね。古い方この旧型とこっちの方がなんかこのホイールの重みがあって、なんかあんま滑らないからむしろそのメーターがバーンっていかないっていう良さもあるんですよね。なるほどなるほど。むずいね。でここで iPad で音楽。はい、もう流しっぱで。おしゃれ iPad にしてるやん。iPad1 個余っちゃって、でこれをここのねホームポット？ホームポットでここで選べばホームポットに来るんですけど、 iPhone Apple ユーザーやったら誰でもこのホームポットにアクセスできるんですよね。ここにいる人やったら。あ、そうなんだ。Wi-Fi に繋がってればってこと？多分そうです。だから誰でもつけれる。いいねいいね。iPad を余るやつあんまりないよ。本当良くない。本当に良くない。iPad 余ってるやつ聞いたことないから。エアー買ったんですよ。13のエアーを買って。ああ、そうなんだ。はい。このね。買ったの。これがね、やっぱ13買うと13ばっか使っちゃうんですよ。確かに確かに。めっちゃでかくて使いやすくて。確かに。で、それがあんま使えてない。なるほどね。だからオーディオにしてます。はいはい。iPad 余るのいやらしいよって言おうとしたけど、俺も MacBook 3台余ってる。そっちの方がいやらしい。この
UI 最高っすいやいいよねやっぱこの UI ね Apple Music のね。いやこの UI いいわ。うんさすがなんかその辺考えられてるよな。だからやっぱこういう使い方すごいいけてると思うんですね、確かに確かに僕は。ここがデータセンターにあって、はい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 。ここに一番大容量のハードディスクと、これあれなんだっけNAS？いや NAS じゃなくてもただのオリコのもうハードディスク超大容量で、へ全然ネえ。ットワーク関係ないやつ、はいはいはい。でこれ USB-C で1本であっちまで行ってるから C1 はあ本でこうつなげれるんですよね。もう C じゃあ通してんの直接。はいそうなんだ。であやば。 5個まで入るから、へえ。 6×5 で30テラぐらいはあって予備をこっちに入れてて、なるほどね。でこっちがクラウド関係の SSD を使ってデータのより頻繁に使うものとか、クラウド経由で使うものはこっちで管理してて、その容量が見えるすごっ。モニタリング用の。それ面白いね。そうなんですよ。だから今2テラ中 1.59 使ってますよっていうこのなるほど可視化できるみたいな面白い。感じのものですね。それ用のディスプレイってどこで？はい。これはもうディスプレイはもう1万円ぐらいで買ったんですけど、あ、そうなんだ。おもろ。これは SSD？それは M.2 の自作 SSD ああ、なるほどなるほですね。ど。ここにつなげて、クラウドでもアクセスできるようにしてんだ。そうなんですよ。そんなことができるんだ。これでってこと？そうです。これでなんかめっちゃ複雑なんですけど、ドロップボックスとかにシンクさせたら、自分がここにアップするとプロ棋士とかが作られて、で言ったら春樹君もアクセスできたりするし、ここのオフィスメンバー全員が見れたりとか、なるほどね。データの共有とかも全部ここにできるし、で他の人が共有したい時はここにぶち込めばここに入って、でプロ棋士だけ全部のパソコンに行くみたいなこともやってて。なるほどね。それじゃあブラックマジック専用っていうか、なんかブラックマジックのそういう製品の？これはブラックマジッククラウドポットっていう製品です。面白い質だね。僕ダヴィンチのクラウドも使ってるから、そこら辺で恩恵があるっていうのと、クラウドポットはもういっちゃん今新しいドックが出てるんですけど、そっちを使った方が絶対いい。今このクラウドポットは、USB-C の SSD のみしか使えないんですけど、そのドックのやつは、M.2 じゃないかなんか内蔵のものを多分ぶっ刺したりできたんですよね。そっちの方が多分何枚も入れれるし。それ面白いね。めっちゃニッチですけど。めっちゃでも考えられてるな。やるな。ガジェット好き感が出てるわ。この辺には。でも今はね YouTube もチームエディットになってるんで、やっぱ最速でアップしたりとか、結構その辺のねインフラを整えた方が、なんか更新僕結構尺長いんですよ最近、50分40分とか、でも週に2とか出てるのは、やっぱその辺のインフラ先整備したから、なるほどね、こう結構ガンガン作れてるっていう。全然旧時代の YouTube やってるわ。ずっと一人で黙々と編集して家で苦しんでいる。大してやってるわちゃんと。素晴らしい。でビジョンプロが下に、ビジョンプロ、使ってる？めっちゃ使いますね。これ使ってるんだ。はい。何で使ってるの？もうねちょっとね最近大阪帰省に持って帰ってたんで汚れちゃったんですけど、なんかもうぶっちゃけ編集よりも鑑賞で使うですね。なるほどね。映像のコンテンツ消費で使うことの方がやっぱ重すぎるんですよね。でもこれをやっぱつけるともうこれだけで浮いちゃうから、やっぱ家とかでしか使えないから、ここか家かで、でもうコンテンツ消費で結局使うのが一番楽しいかな。仕事っていうか編集の時は気が向いたら使うのと、あとそれこそ帰省した時に持って帰ってたんですけど、家やっぱ大きいモニターがないんですよ。だからそういう時にこれで超拡大して、なるほどね、もうこれで見たらテレビよりでかくなるんですよ、画面が。そうよね、だからこれで使うこともあります。なるほど。なんかね、結構重たいからその重さを軽減させる、なんかアクセサリーみたいなのを鳥羽ちゃんとか作ってるよ。あ、ね、なんか 3D プリンターとかで、そうやった。いや、辺マジで大事ですね。ね、デスク周りははい一番ちっちゃいのがこれで27で、であともう32と32でベンキューのやつで、これはカラーマネジメントモニター、カラーマネジメントモニター、ちゃんと色が出る。であっちもね結構ちゃんと色出るやつで、それなりに
まあ、ベゼルが薄いっていうのもいいし、うんうんうん、デザインはあれが結構いい、うんうんうん、でこっちがスタジオディスプレイ、あ本当だ、アップルの、やっぱねベゼル太いのとあと32欲しいなって思うんですけど、そうだよね、やっぱこの発光力が全然違うんですよね。確かにやっぱあれマックスなんですよ、輝度が。でこっちも今マックスで、なんかもう確かに発光がアップルですよね。発光がアップルだねこれがやっぱ一番確かに良さかな。なんかカラーマネジメントモニターはさ、今の時代はさ、仕事するにはめっちゃ大事だと思うけど、なんか YouTube やる上でさ、もういよいよいらんかもってなるやん。そうっすね。そのもう正直そのデバイスもみんな違うしさ、テレビとか視聴された時にさ、なんか別に業界標準求められてもみたいなさ、ところもあるし、それはそうです。なんかね、仕事するんだったらそこに合わせなきゃいけなかったりとかするけど、そうじゃなかった場合はね、全然これでもいいと思う。まあ、めちゃめちゃ確かに色はいいし、大きいし、やっぱそのピクセルの綺麗さすごいいいんですよ。発光力はやっぱこっちなんですけど、でもベンキュさんのモニターめっちゃ綺麗なんですよね。でやっぱすごいめっちゃ綺麗なんだけど、やっぱこっち系のモニターってスピーカーがあんま良くないんですよね。確かにこれはねもうほんまこれだけでいけるぐらい綺麗なんで、まあ、一応置いてるんですけど、そこら辺はやっぱこれは高いんだけどトータルもう1個で済むっていうのはいいね、めっちゃいいですね。じゃあここで編集したりしてんの結構？はい、もうここでずっと編集かちょっと気が向いたらあっちでちょっと仕事してこっちでこっちの方が楽しいんですよね。いいね。まあ、前抜けてる方がねなんかいいよね。こっちはなんかここはもうずっと気分が上がるんで、ここで確かに。いや社長感あるっすね。自分作業はこっちでやってる。上がってんな。いやでも素晴らしい。素敵な作業しやすそうな。ほんまですか？いやてかなんかこのマジで確かに入ってそんなめっちゃ広いわけじゃないけど、なんか結構悠々作業できるしあるけど、何畳ぐらいこれ？何畳なんやろう。8、9、もうちょいあるな。もうちょいあると思う。14、12、4とかはありそう。思ったよりなんか広い。なんか見た目はそんな広くないのになんか思ったより広い。そうなんですよ。意外と最適化して、ただもうこれ以上拡張できなくなっちゃったっす。まあそうだね。あれうちのオフィスよりは狭い？うちのオフィスも同じぐらい？どんくらいですか？いや全然わかんないでもね7人ぐらいいたりするよ。でも同じぐらいかな。まあそうですよね。機材とかなければ全然人入るっすもんね。もう作業場がもうほぼなくなっちゃってるから、そうなんですよね。素晴らしい。ありがとうございます。はい、というわけで圭介さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。急だったのに。いやいや全然大丈夫です。まあこんな感じでやってるんですけど、ちょっと来ていただいてる中あれなんですけど、ちょっとエディターを1名だけ募集したくて。今何人ぐらい出てんの？まあ今はでもメインが春樹くんやってくれてて、まあそこにちょこちょこ単発で手伝ってもらうっていうような感じで、もっとこうコンテンツを生産していきたいし、さっきも話してたんですけど、やっぱその案件がバッてくると追いつかないじゃないですか、生産が。で作りたい動画もめちゃめちゃあるし、多分直近でも30本ぐらいはネタが用意できてるのにこう作れてないんですよね。なので、まあ、それをこう生産能力をアップさせたいっていうので、ちょっとすいませんせっかく来ていただいて。いいんですよいいですよかませ犬として来てるんだからこっちは。なんでちょっとまあがっつりエディットを手伝ってくださる方を募集させてください。で詳しく募集要項とかは概要欄に記載してるんですが、まあ、どちらかというとその未経験でも一緒にとかではなくて、普通に優秀人材を探します。今回はやっぱ仕事だし、それなりにしっかりとしたこう、ね、対価もお支払いして報酬としてやっていきますし、まあ僕も大台の10万人っていうところも突破して、それなりにクオリティもこだわって作っていきたいものをこうプライドを持ってこう作っていくので、エディットメインでかつ、ちょっとこう撮影とかもできたら嬉しいなという感じではあるんですが、そういったところのことを手伝ってくださる方で、結構条件すごく厳しくなってるかと思うんですけど、もしよければ興味ある方はチェックしてもらえたらなと思っております。はい、集まるといいね。でも来るんじゃないですか？来ますかね。今をときめく空き家ムービーのヘルプ来るんじゃないですかこれは。なんか僕そういう運というか縁いいんで。そうだね、人に恵まれてるんで、またこれを機会に、それこそ今撮ってくれてる春樹くんももともと視聴者の、方で、でも今ずっとも一緒に作ってるんですけど、
またねそんな出会いがあるといいなと思ってます。素晴らしい。でちょっと途中で紹介させていただいたアートリストのキャンペーンが今やっておりますので、ぜひですねそちらも興味ある方はやってみてください。僕もねこういった YouTube とか、最近はねこういろいろとお仕事としてやれてることが多いんですけど、でも作品作りたいっていう方でどうしてもこうキャッシュがなくて作れないっていう方多いと思うんですけど、こういった今回アートリストさんが素敵な企画をやってくださっているので、お金に困らずに制作をしたいっていう方はぜひねこちらも概要欄からチェックしてもらえたらと思っております。俺今月末に写真ってやるのよ。あ、そうなんですね。そうそう。で全然公開はしてないんだけど、今から動画撮らなきゃいけないんだけど、9月の28から1週間だけ三軒茶屋のジャンクションっていうカフェで、自分のメルボルンとかオーストラリアの写真の展示をさせていただくので、なんか展示を見に来るっていうよりは会いに来てくれると嬉しいなと思っていて、会えますよ。そうよ。28、29日は土日は在寮する。で他の日はちょっといつ在寮するかあんま決めてないんだけど、そういう感じにしようかなと思ってるので。三茶であるんですね。そう、三茶のジャンクションっていうカフェで。ジャンクション。はい。ぜひよかったら皆さん行ってみてください。はい。で、圭介さんのね方の、チャンネルも、ぜひねチェックしてもらえたらと思っております。ぜひです。はい。あと来て早々に空き家ミニも収録させていただきましたのでよかったらねそれも合わせて見てもらえたらと思いますはい、というわけで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。今回紹介したものできるだけ概要欄にもねリンクを記載しておりますので興味ある方はぜひチェックしてもらえたらと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。